にちは。 YouTube 鍼灸院です。皆さんは自分の体質を把握していますか？東洋医学では体質を大まかに9つに分けることができます。今回の動画はそのうちの1つについてお伝えしていきます。まずはこれから挙げる症状をチェックしてみてください。動悸がする、立ちくらみ、ふらつき、手足のしびれがある、感情が不安定、物忘れが多い、疲れているのに眠れない、眠りが浅くよく夢を見る、顔が白くツヤがない、冷えを感じる、爪が割れやすい、肌がカサカサしている、髪がパサパサしている、疲れ目、かすみ目、目の乾燥、便秘がち、生理不順、該当数が多いほど血虚の傾向が強いと言えます。先ほどお伝えしたように、東洋医学では大まかに9種類の体質があります。健康でバランスの良い平和体質、気が足りなくなっている気虚体質、血が不足している血虚体質、熱が不足している陽虚体質、体を潤す心液が不足している陰虚体質、臓腑の働きが旺盛で熱化する陽性体質、体内に水が停留しやすい単質体質、気の巡りが滞っている気鬱体質、血流が滞りやすい血瘀体質。このように体質は大まかに9種類に分かれます。ただ人の体はそう単純なものではないので、ほとんどの人はいくつかの体質が同時に現れる混合体質です。自分の体質を知るためにもまずは基本の体質を知っておくことが大切なので、今回は血虚体質について見ていきましょう。まずは血虚とはどういうことなのかを見ていきましょう。血虚とは全身に栄養を与える血が不足し、血の栄養と自潤作用で機能している臓腑、組織、器官の機能に失調が現れ、体の感覚や運動機能が低下した状態のことを言います。つまり何らかの原因で血が足りなくなり、全身に栄養がいかず内臓機能が弱って、体の感覚や運動機能に問題が起こってくる状態のことです。どうして血虚になるのでしょうか？次はその原因について見ていきましょう。血虚になる原因として次の3つのことが考えられます。清血不足。血の源は飲食物で、非中小で作られた水穀の整備が元となり、水穀の整備から作られた栄気という栄養豊富な気と心液によって血は作られています。ですから飲食物を摂取できなければ血を作ることができません。また飲食物を摂取できたとしても、脾の機能が低下して飲食物を消化吸収できなければ、水穀の整備や心液が十分に作られません。血の元である栄気は水穀の整備でできているので、脾の機能に問題があると栄気も心液も十分に作られず血虚になります。また意外かもしれませんが、血を作ることには肺が関係しています。現存する最古の医学書である皇帝大経には、胃に取り入れた飲食物は消化吸収の過程を経て整備となり、上って肺系に至り、そこで変化して血となり、人体をめぐって栄養し、生命を維持するとあります。ですから肺の病気がある人は血虚になりやすいと言えます。血の生成は腎臓とも関係があります。西洋医学では腎臓から出るホルモンの刺激を受けて骨髄の中にある細胞が血液、赤血球を作ると言われています。東洋医学では腎に貯蔵されている精が血に変わると考えられています。精とは生命活動を維持する基本物質で、先天の精と後天の精があります。精血同源という言葉があり、精と血は一方が不足するとその不足を補うために精が血になったり血が精になったりします。その精を蓄えているところが腎臓なので、腎臓に問題があって精が足りなくなると血虚になりやすくなります。出血過多。先ほど脾は水穀の整備を作るとお伝えしましたが、脾には他にも凍結作用といって血が脈外に漏れずに巡るようにする働きがあります。脾に問題が起こり、凍結がうまく行えないと血が脈外に漏れて出血し、血便、血尿、月経過多、血が止まらないなどの症状が起こります。出血する血が多くなると血虚になるのは想像できますね。血の消耗。以前肝の働きという動画でお伝えしましたが、東洋医学で肝は血を増す
と言われているように、肝は血を貯蔵していて、活動状況に応じて血流量を調整する造血作用があります。しかし、ストレスや心身の不調などで多くの血を消耗し、肝に貯蔵されている血が少なくなると、肝と関係のある目や筋肉の症状が出たり、安眠できなくなったり、感情が不安定になったり、生理不順になったりします。過度な労働やストレス、考えすぎや頭の使いすぎ、傍事、性生活の不節制、大怪我や出血を起こすような病気も、血を消耗させるので、血虚になります。どうして血虚になると、先ほどチェックしたような症状が出るのでしょうか。それを知るために、血の働きについて見ていきましょう。血の働き。血の働きは大きく分けて2つあります。1つは、栄気とともに全身を巡り五臓六腑、筋肉筋骨すべてに栄養を運び、自循しながらそれらを養っています。先ほどもお伝えした最古の医学書、皇帝大経には、目は血によって見ることができ、足は血によって歩くことができ、手は血によって握ることができ、指は血によって掴むことができるとあります。つまり血は全身を栄養するのはもちろんのこと、知覚活動、手足の動作や運動など、活動を円滑にする働きもあるということです。ですから、もし血に問題が起これば、全身に十分な栄養がいかなくなり、髪がパサついたり、目が乾燥したり、四肢のしびれや冷え、めまいや立ちくらみ、運動障害などが起こってきます。二つ目は、心を養うという働きです。心とは、五臓の中の心に収まっていて、生体のあらゆる活動を主催している気です。また、心は脈拍や呼吸を適切に行わせたり、見る、聞くなどの知覚活動や思考、判断などの精神活動も主催します。他にも、手足の運動、顔の表情、言語表現などを正しく行わせます。ですから、もし血に問題が起こり心が不安定になると、不整脈が起こったり、幻視、幻聴などの知覚異常や思考、判断の異常、そして、運動機能障害が起こります。血虚対策。それでは、血虚体質の人はどうしたらよいのでしょうか。次は、血虚対策について見ていきましょう。夜に寝る。血は陰陽で言うと陰になります。そして夜も陰陽で言うと陰になります。つまり、陰である血を十分に養える時間帯は夜なのです。陰が強い夜の時間にしっかり寝て、陰である血を作っていきます。ですから、夜に寝るということがとても大切になります。適度な運動。夜に寝て陰をためたら、陰陽のバランスを取るために、陽の気が多い昼に適度に体を動かし気血を循環させます。ただ、血虚の人は汗をかいてはいけません。先ほどもお伝えした通り、血は栄気と心液からできています。ですから心液、汗の流出は血虚につながります。体を動かすなら、太極拳やストレッチ、気功やヨガなどをおすすめします。深呼吸。血虚の人は深呼吸をすることも大事です。先ほどもお伝えした通り、火で作られた水谷の整備が肺に入ることで血が作られます。深い呼吸をすることで肺機能を高めると、血虚の改善につながりますね。血を補う食べ物。血を作るには、血を補う食べ物を食べるのが効果的です。血を補う食べ物には、次のようなものがあります。ほうれん草、人参、ひじき、ぶどう、ライチ、柿、黒ごま、ナッツ類、卵、黒砂糖。黒砂糖にはカルシウムや鉄などのミネラルが豊富に含まれています。また天然のオリゴ糖が腸内のビフィズス菌を増やして腸内環境も整えてくれますよ。これらの食材を使った料理を作って血を増やしてください。血を補うツボ。結界。結界は飛型の経血で、結界は室外骨底内端の親指2本分上にあります。結界には血を養い血行を良くしたり、気血を調和させる働きがあります。下半身や婦人科系の血の病や
血虚などで起こる皮膚病に効果があります。角湯。角湯は膀胱系の経血です。肩甲骨下角の高さに位置していて、後正中線の外方 1.5 寸にあります。親指1本が1寸なので、1.5寸とは親指1本と半分くらいの長さです。角湯は血気の集まるところで横隔膜と連絡しているので、角湯と命名されました。角湯は上半身の血の症状の治療に特に適しています。先ほどお伝えした結界と一緒に使うと、全身の血を管轄したり、保養する作用が生じます。腎湯。腎湯は膀胱系の経血です。腎湯は第二腰椎極突起下縁と同じ高さで、後正中線の外方 1.5 寸にあります。腎湯は精が足りなくて起こる症状などに効果があります。精と血はお互いに補い合うものなので、腎湯を刺激すると精血を補うことができます。三陰交。三陰交は脾系の経血です。肝系、脾系、腎系の3つの陰系が交わるので、三陰交と命名されています。足の内くるぶしから親指を除いた指4本分上にあります。三陰交は婦人科系疾患や生殖泌尿器系疾患、そして血に関係した症状を主治する常用血です。体炎。体炎は肺系の経血です。体炎は手首の動脈拍動部上に取ります。肺は気を司っているところです。体炎は肺の気を高めるので、肺の機能を強める作用があります。気は血の水であると言われています。その理由の一つに精は気によって血に転化し、気は血を生むと言われているからです。また、血は水谷の整備が肺に入ることで作られるので、肺系の原血である体炎を刺激することは、血を作る上で大事ですね。いかがでしたか？血虚の人は体が冷えていることが多いので、これらのツボにお灸をすると良いですよ。次回は陽虚体質についてお伝えしていきます。もしよければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。